大谷翔平選手とは違う。りくりゅう人気の広がり方。りくりゅう人気度。第1部では、博報堂調査から見えた、りくりゅう人気の現在地を。第2部では、オリンピックを境に、その人気がどう跳ねたのかを見てきました。そして、この第3部では、もう一歩、面白いところに迫っていきます。なぜ、大谷翔平選手の、すぐ後ろに、りくりゅうが並ぶところまで来たのか。しかも木原選手は、その大谷翔平選手の猛烈なファンとしても知られています。そんな憧れの存在の、すぐ後ろに、今自分たちが並ぶところまで来た。ここにも、りくりゅう人気の、なんとも面白い広がり方が見えてきます。しかも、その広がり方は、大谷選手のような圧倒的な成果を、さらに更新し続けるパワフルさとは、また少し違うようにも見えます。この動画では、木原選手の大谷翔平愛のエピソードも交えながら、その違いに、もう少し深く迫っていきます。まずは、一番わかりやすいところから、大谷翔平選手とは、どこが違うのか。そして、木原選手がどんな思いで、その大谷選手を見てきたのか。具体的な魅力から、先に見ていきましょう。ここには、りくりゅうならではの柔らかさ、親しみやすさ、そして、見た後に、さらに印象が上がっていく魅力が大きく関わっているのかもしれません。では、わずか9分間ほどですが、お飲み物でも片手に、ゆったりとご覧ください。第1章、大谷翔平とは、どこが違う？りくりゅうならではの魅力。そして、ここで改めて見えてくるのが、大谷翔平選手との違いです。大谷翔平選手は、圧倒的な結果を出し、さらに、それを連続して更新していく。まさに、圧倒的な強さとパワーで、人を魅了する存在です。一方で、りくりゅうは、弱さや、親しみやすさも感じさせる空気。ほんわかした人柄がありながら、リンクに立つと、世界トップの結果を出してしまう。しかも、リンクを降りれば、また、ほっこりしたやりとりで、人を引きつける。その柔らかさと、圧倒的な結果のギャップ。さらに、二人の、ほっとするような人柄とのギャップ。そして何より、二人で一つでやってきた、苦労と強さ。そこに、りくりゅうならではの大きな魅力があるのかもしれません。つまり、りくりゅうの人気は、ただ強いから広がったのではなく、その強さが、どこか親しみやすい空気や人間味と一緒に届いているからこそ、強く印象に残るのかもしれません。そして、その違いを一番わかりやすく感じさせてくれるのが、木原選手と大谷翔平選手の関係なんです。第2章、木原隆一が憧れた大谷翔平という存在。ここで、木原選手の大谷ファンぶりを重ねてみると、この違いがさらに面白く見えてきます。木原選手は、大谷選手のことを、漫画でも、出来すぎのような、素晴らしい能力と語り、思わず、大谷選手のように、野球選手になりたいなと、冗談交じりに話すほどでした。しかも、大谷選手のシャツや帽子を、毎日のように身につけるほどの、大ファンとしても知られています。つまり木原選手にとって、大谷選手は、ただの有名選手ではありません。遠いスターであると同時に、本気で憧れる対象でもあるわけです。さらに、拠点のトロントには、ブルージェイズという地元球団があります。ところが、2025年のワールドシリーズで、大谷選手のドジャースと、そのブルージェイズが大舞台でぶつかることになり、木原選手は、地元のチームも応援したいし、大谷選手も応援したいしという、なんとも木原選手らしい、ジレンマまで明かしていました。こういう話を聞くと、木原選手にとって、大谷選手は、圧倒的なヒーローでありながら、つい応援してしまう、特別な存在なのだと伝わってきます。だからこそ、その大谷選手とは、少し違う形で、今自分たちの人気が広がっていることには、
木原選手自身もどこか不思議な感覚があるのかもしれません。大谷選手1位、自分が2位というこの調査結果を見て、りくちゃんとはどんなツッコミを入れ合っているのだろうと、つい想像してしまいませんか？そんなところまで思い浮かぶのも、りく流のほっこりした魅力なのかもしれません。そしてそのほっこりした魅力は、リンクの外でもはっきり伝わってきます。第3章、リンク外でも伝わる。作っていない優しさ。2つ目の理由は、リンク外でも伝わってくる優しさです。リク流を見ていると、相手を立てる、支える、気遣う。そういう場面が本当に自然に出てきます。無理に見せている感じがない。でも、ちゃんと伝わる。この、作っていないのに伝わる思いやりが、2人の好感度を大きく押し上げているように見えます。広告業界がリク流に熱視線を送っている理由としても、高い演技力だけでなく、画面越しに伝わる信頼関係の強さが挙げられていました。つまり、企業の側も、この2人なら安心して見てもらえる。この2人なら好意的に受け取られる。そう感じている可能性が高いわけです。そして、こういう魅力は、一度知った人の印象を後から強くしていく力にもなっているのでしょう。第4章、家族への感謝に滲む人柄。そして、もう一つ大きいのが、人柄そのものです。報奨金の使い道を聞かれたとき、三浦選手は家族のために使いたいと話し、木原選手も苦労をかけた両親にプレゼントしたいと語っていました。この発言は派手ではありません。ですが、すごく印象に残ります。結果を出した直後に、自分のためではなく、まず、家族への感謝が出てくる。そこに、二人の芯の強さや誠実さが見えるんですね。視聴者は、こういうところを本当によく見ています。演技だけではなく、言葉の選び方、相手への向き合い方、感謝の向け先まで見て、応援したいと思う。だから、りく流の人気は表面的なブームで終わらないんです。第5章、見た後に評価が上がる。この人気は後から強くなる。ここまで見てきたりく流ならではの魅力は実際にオリンピック後の調査結果にもはっきり現れていました。最後に注目したいのが満足度と知名度上昇の調査結果です。観戦者内満足率では木原選手が1位、三浦選手が2位。さらに知名度上昇率でも三浦選手と木原選手が1位、2位に並びます。これが何を意味するのか。単にテレビに映ったから有名になった。それだけではなさそうなんです。見た人の記憶に残り、見た人の満足度が非常に高く、その後の印象まで強くなった。つまり、りく流は見れば好きになる。知れば印象が上がる。そんなタイプの強さを持っているということなんですね。一瞬だけ話題になってすぐ別の話題へ流れていく人気とは少し違う。一度見た人の中で後からじわじわ大きくなっていく。ここがりく流人気の非常に面白いところです。ここまで見てきたようにりく流人気の広がり方には大谷翔平選手のような圧倒的な成果を積み上げていくスター性とはまた少し違う魅力があるようです。柔らかさ、親しみやすさ、弱さ、ほんわかした人柄、そしてその印象を裏切るような世界トップの結果、そのギャップが一度見た人の心に残り、後からもっと好きになる。そこにりく流人気の大きな特徴があるのかもしれません。ですが、ここで次に気になってくるのが、では、そうした魅力の核心はどこにあるのか、ということです。次の第4部では、ミスチル、桜井和寿さんが告白した、あの好感度の高さって何が元なんだろう、と、パフォーマンスだけでなく、人柄やペアの雰囲気の良さに注目していた、
高感度の正体に、いよいよ迫っていきます。なぜ、陸竜は、ここまで愛されるのか。その答えを、最後にじっくり見ていきます。ぜひ、続けてご覧ください。いいねと、チャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。メンバーシップも、ぜひ応援いただけると、とても励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。